県白子町の新玉なんですけど、時期的には今一番甘いやつですね。なんで大きいんですよ。普通だったらこの半分以下です、大きさが、切り込みが。ただ溶けてなくなっちゃうんですね、新玉って。なので今の時期は大きいんです。私たちが生まれた時からこれが担々麺だったので、これが担々麺だと思って生きていくんですよ。それで高校卒業して就職に出るじゃないですか、大学出るとか。そうすると都会に出るとこの担々麺ないんですよ。なんだろう、チンゲン菜かなんかが添えてあるような担々麺になるじゃないですか。それ見て初めて偽物だってことに気が付くんですよ。それまで本当にこれが担々麺だと思って生きてますから、自分たちは。旅行の方が桂担々麺ってメニュー見てどれですかって言うんですけど、桂担々麺っていうのは表の方が名前付けられたので、こっちでは担々麺ですって話をして、笑い話をするというか、地方の方、東京の方がみんなこっちに大学で来るじゃないですか。で4年間食べるんですよ、これを。初めは人間の食うもんじゃないってことが多いです。そのぐらい辛いです、これ。今から作りますが、それが4年食べてるうちに体に馴染むんですよ。それで馴染んで地方とか、いわゆる大阪に戻るじゃないですか。とないんで食べたくなって戻ってこられる。じゃあ戻る。こんな漁が終わって船から上がって浜小屋行って焚き火に当たっても寒いからラーメン食べても寒いんだっていうことで、体が温まるもの作ってくれって言われたのがこれの発祥で、栄養があるのはスープ。体の中に一番栄養がある部分はスープだから、スープのある担々麺を作るんだって作ったのがで、スープを飲めば体も温まるし、で辛いもの入れれば当然体の中から汗が出てくるから、一番いい方法だろうってことで、この地元にあるもので、作られたらこの形。本当に豚ガラと鶏ガラと、あとこれから魚系が入るんで、やっぱり油がもっと浮いてくるんで、米ですよね。これが出来上がるまでもっと金色になります。で昔みたいに近所の人が歩いてお酒を飲みに来る人も減っちゃったんですよね。もうだいぶ人口がいなくなって、うちがオープンして30年、だいぶ減ったよな。昔歩いて夕方だとお酒飲みに来る人いたんですけど、今はもうほとんど。これ最後の辛いっていうだけではなくて、甘くなければいけないんですよ。飲みやすいんだけど、よく皆さんが表現、飲みやすいんだけどコクがあるみたいなあるじゃないですか。あれとぴったり同じで、最
砂糖みたいな甘さではなくて甘みですかね、野菜の甘みですかね、それが出ると嬉しい。だから季節によって玉ねぎが全然違うのでその時の一番いい方法の切り口の切り方。ここ控えめですね。あんまり入れた方がガムガムね、そうだね。自分らが保育園とか小学校の頃のラーメン屋さんには入ってる。うちも半信半疑でガモドキを買ってきて入れたら、確かに入れたらすげえ昔のラーメンなんですよ。味が昔のラーメンの味になった。だからああなっていう。色変わったの分かります？そうです。なんですけど、白醤油もそうですし、ラー油醤油もそうですし、味噌もそうですし、全部自分のところで作ってるんで、今娘が作ってます。そうすると昆布から取って。もうマグロみたいにはいもうフックみたいになっちゃってます。水分はいったもう油ラー油系統と玉ねぎとこの卵がもし入ってないんですけど、玉ねぎがついててもうこうなっちゃいます。でもう本当にマグロみたいになっちゃう。水分あれです。止めます。結構焼けます。油が徐々に出てきてるから、金色の油が浮いてるの分かりますかね。この辺金色なんですよ。だから結局透明になってるの分かります。透明になってどんどんまずもっと今日11時までに際立ってきます。これがだから今からほぼほぼ2、3時間このままコト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 取っ払っておきます。今何時かじゃあキラキラ感が変わりました。油の茶色い透明になるとで油が黄色に見えるから。こちら
があるのでドキドキしながら食っていく。やめろ。早ければ今作った分が1時頃にはのれんを下ろして待ってるお客さんをさばく日もあれば、全然来ないで途中で閉める時もあれば、もうこればっかりは、はい、先ほどに入れて、なんかマグマみたいにボコ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 湧くまで持ってっちゃうんです。で乗せる時にはラーメン乗せる時にも完全に熱い状態。普段でしたらこの丼も全部味付けて裏に包みます。ピラミッドみたいにこう積み上げておくんですね。11時頃までに前の駐車場がいっぱいになってくれれば嬉しいかなぐらい。もちもちって始めてますよね。よかった。いける。お待たせしました。つけ麺があげちゃう。入れとっていいよ。それ入れてくれ。こっち一番こっち。いや大丈夫、さすがに僕困ります。はい。めっちゃ辛です。はい。次カウンター1番、2番、タンタン2つ。はい。豆。どうぞ。みちゃん。はい。みちゃんですよね。2番さん。どうなの？カウンター3番。なんで中途半端？なぜ海苔を乗せない？こっちのお隣にどうぞ。お待ちになれますか。じゃあお名前先に書いていただいてお車ご誘導しますので。今非常に和ナンバーの方が多いんですね。で入ったはいいけど動かせない、出られないってなっちゃったので、十分出られるんですけどここに並んじゃうと逆に危険なんです。なので車待ちをしてもらうように変えました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おでんちっちゃって。びっくりした意味がちゃんとやりなさい。ち
ャーシューを切り置きはしないので1回ずつ切るんですよ。はい、出る日はいいんですよ。出る日は色が変わってしまうので、やっぱりカピカピになってしまったり、今この状態で切ったこのツヤってあるじゃないですか。それが全部なくなって色が変わりますよね。昔はやってたんです。四角いステンレスの箱に切り置きでこれも全部通したんですけど、やっぱりなんかこう出ないと緑色が変わってもっと悪いとありません？ちょっと緑色したようなチャーシューが乗ってくるとき、うちなんかどんなに頑張ったってこれしか入ってこないんなら切り置きしない方が綺麗じゃないですか。あ、すいません。はい、味噌タン。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。チャーハンいいぞ。はい。チャーシュー半面かかいらっしゃいませ。まだ照りがありません。綺麗じゃないですか。出るよー。味噌タンチャーシュー、味噌タンチャーシュー、タンチャーシューのそうです。よろしくどうぞ。お待たせしました。いいよ。ノーマルってます。ずっとチャーハン食ってて汗だくになってますね。
柔らかく。中辛チャーシュー。はい、中辛ノーマル出し切り。はい、2杯目。座敷2番さん、テーブル2番出すね。はい、60円です。はい、お世話いただきます。しょうがないなーって。テーブル2番さん言ってるよ。よし。担々麺。これだ。辛い、あれが辛い。くれ。簡単つけるね。テープ持てるな。少々お待ちください。でもお客さんが俺ここに止めろって言われたわけですよ。いう顔して。これは担々つけ麺って担々麺の麺だけ冷たいのがあるんですよ。だしは温かいんですけど麺は冷たいんですよ。1番1つ、カウンター3番1つ、クリアです。はい、麺です。座敷拭くだけね。どんなに忙しても3時です。でもそれがちょうどいいです、バランス的に。いれば楽ですけど、そうすると誰かが遊んじゃうので、3人で目いっぱい誰かがもう暇がないぐらいの方がこの代わり長時間持たないです。だからもう家族3人でやったらもうこれ以上やったら体ボロボロ。トイレ休憩も同じ一切休憩なしで4時間分11時に開けてからが 5時間ぶっ通しじゃないですか。
結局ダメだよね。もみあげがきれいか確かにな。オイル油に入れちゃダメだよ。丸かじりできるよ。多分一番最後はい、作ります。で、ケーキ先ひき肉ラップ。うい。終了です。ほぼほぼゼロです。空っぽです。もうじゃあペロッと。お疲れ様。ありがとうございます。ロード3枚と私の地元になかったので、3多分です。はい。ありがとうございます。